ミルクマナココトリとおはよう。今日はみんなと何を話そう。8時半につながる場所で待ってて。甘めのコーヒーミルクとシュガー入れて。準備はできました。笑顔見せてね。大好きをぎゅっと込めたとびきりの挨拶。この時間が続きますように。もっとずっとぎゅっといっぱい愛して。夢で見た輝きが現実になるように。精いっぱいやります。だから見守ってね、私のこと。神くん、朝ラジ放送局。朝ラジ。みんなのものをはくれやじゃよ。Good morning everyone. Bon dia. Hola. 안녕하세요. 早上好。Buenos dias. Guten Morgen. Bonjour. おはようございます。8月5日木曜日 August 5、Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday のモーニングレイディオをスタートしていきたいと思います。この番組は上白クレアとちびクレアでお送りいたしますのじゃ。おはようございます。では、今日の朝の挨拶&転校していきたいと思いますので、切り取り線の後にノーでお願いしたいと思います。一人一回であとチャット中転校中は他のチャットは禁止でお願いします。よいしょ。切り取り線よいしょ。ので、はい、お願いします。んで、これをよいしょ。朝のよいしょ、これを貼り付ける。Morning roll call and greetings. Please do it only once. No other chat during roll call. モーニングロールコール&グリーティングス。Please do it only once. No chat, no other chat during roll call. はい。よいしょ。ボボボン。はい。そしてスペイン語。Pase de lista y saludos matutinos. Hágalo solo una vez. No hay otra charla durante el pase de lista. インドネシア語。てってん。Morning roll call dan salam. Tolong lakukan sekali saja. Tidak ada obrolan lain selama panggilan telepon. あ、止めとった。テレフォン。
Tá. Chamada matinal e saudações, por favor, faça isso apenas uma vez, nenhum outro bate-papo durante a chamada. ちょっとまだ。これはポルトガル語で最後が中国語。まあ、ポポ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 。早上点名和问候，请只做一次。点名期间没有其他聊天。はい、では転校していきましょう。どっからだ？でん。さっ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 さ。さっさっさっさ。こっからだな。よいしょ。では転校していきたいと思います。どこいた？これでここいしょった。ここいしょ。はい。転校の切り取り線より前に挨拶した方はもう一回してください。わらわがでかくなるんだな。これは4つも忘れるんだけど。よいしょ、ポリポリ。どこだ。転校アニメを出して、わらわが、でん。はい。では行きます。ワイルド2、サボブネス、桜餅月、川西錦、咲坂秋、大魔王あっくん、コクロ、ウーシンレイ、フランシスコ、夏目小鳥、アコライト、大地神木、リンフランク、MT、ベンチョンの超の内老人会30代、街頭鉄、ウィジー、タケ、アーサーレント、アーマン、タルタルタル、ロナルドタム、ミチェル、ガチャ、98、クズハ、ベルギチ、ワイワイ、ダーク将軍マスター、オギュネコ、オギの熊太郎、ルルシェ、ポングサコンウーチャポングサコンでいいか。ポングサコン、マルファ、ビンス、猫のシン、タスク、キムガンヨン、ナリスケ、ミドウマドカ、レイレイ、マイト、エドワルド、ボンディア、カッコ閉じる、デルタ、メビケストレル、剣崎スルメ、思いの鐘だったかな。思いの鐘だった気がする。思いの鐘。推理、青い、よいしょ。顔バブ、イーサ、世知辛い世の中。これはなんて、緑に読みなんてお呼びするのかな、これは。教えてください。ちょっと読めないな、これ。デスノン、サン、イクバル、クロ、マンス、ちょっと待ってね。マンス、プリュー2002、ドクタービクター、ケイイチ、ミッチェル、アイロー、モヘア、油断大敵、ヒロシ、回復、レクイメム課長、シロミ、ササ、カフィ、カムイテンマ、SJ、京志郎、よ。で、波動パン、ミツキアイミ、ジローマル、アモー、デフォルテッドボーイ、ハロー、藤井文也、ボンジョルノ、メカメカブ、おっと、飛んだ。メカメカブから飛んだ。どこだ。メカ、あった。たこ焼き、エブ、オラカフェはオラって言えばいいのね。そちらの言葉なのね。オラマナマナ、チューホー、タクヤ、リーダー、ヤクモヨミ、イクバル、サンダーダーク、ナイトロー、みんな採用シリ、ルー、アルバート・ウェスタリス、公式、カオリン、ジグ、エイワズ、アメクダム・プチトロ、ジャコブ、道化師、柳瀬和彦、メルソー、ナルセ、タクリュウ、ミツキ、ゲンフィレイタス、グモーニン、リンシャン解放、イメルダ、クユ、キ
クハイゾくんでいいんかな。グッモーニング、フックスやレイレイ。あ、あこちゃんおはよう。おはようだよ。ミミ、フワ、織姫、リベルフォルトーナ、まだない名前、ゆうや木村、ネムのネムネムだね。ネム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 。だって、ネムネムネムの胸。ガラクタ、空猫丸、ヒール、ジャムおじさん。はい。だいたい呼べたかな、こっちの方は。じゃあ、フリーチャットの方の折り紙。フリーチャットの方のお名前を呼んでいきたいと思います。よいしょ。では、フリーチャットのお名前を読み上げていきます。写真屋さんのラッパ吹き。ヨットのある、ももか、おほけん、はわわはわ、朝カフェ、こぼち。あ、やべえ。これ、今日は前の辺の人が抜けてるかも。ブシュ、みそら。あ、やべえ。早くない消えるの。あ、今日は多分毒がいないからか。ちょっと待って。早ない？いつももうちょっと残ってない？確かに。やば。誰か見てませんか？ごめん。すばんのじゃ。まさかの。あれでもね、結構ね、今日はなんか、早くない？消えるの。やば。ゆうやきむらありがとう。早いよな、なんか。今日消えるの早くない？よしや、交流、暁リミット、ハミロ、ボンディア、シスターさんも、おはよう。ありがとう、助かった。フリーチャット、恋夢、猫屋敷、ナーガ、天宮アクア、小野瀬、明日の雪地、臼井大輝、圭介、文月白秋、横田、毒、カシタ、神楽坂安野、水月千早、小須田ワイト、西流、駅前食堂、島熊村女、三金木、ネムパ、月城小鳥、八坂3号機、犬間くん、幅根、家光、ありがとう。すごい。やば、こんだけ全部抜けてたって。やばない。あれおかしいな。なんでこんなに早く消えちゃったんだろう。びっくりした。全然ないから、あれって思った。ありがとう、ゆうやきむら。ありがとうございます。あや、イブ、グッモーニング、ウェム。バヤ6、ナイスだね。ありがとうございます。本当助かりました。はい。だいたいお名前呼べたかな？まだ呼ばれてない方はノーってしてくださいね。イクバルもいたな。バヤ6もいたな。はい。じゃあ、わらわは、よいしょ。ご飯食べようと思って、いつもの位置に戻ります。ちのチーム、おはよう。鈴よ太陽号もおはよう。水月ソロジュ、おはよう。鈴よ太陽号もいたな、さっきな。ウリュウサンゴもおはよう。はい、じゃあ一旦、いつもの定位置に戻りまして。ね、消えるタイミングがたまにすげえ早い時があってびっくりしたわ。早かったな。はい、ということで、よいしょ。なんかたまにずっと残ってる時もあるし、なんかようわからんな。よっ。K9、無竜3号。じゃあ言ったわ。はい。では、いきます。スキルもおはよう。ブエノスティアス。ナチュラルプラネットもおはよう。では、ただいまより朝ラジの方を開始していきたいと思います。記者5体おはよう。気をつけ。レイ。着席。よいしょと。はい、では朝ごはんを食べようと思います。バレリアンも、ファースカンロンもおはようございます。ね、昨日の夜とか残ってたりして、すごい残ってんだなって思ってたのに、ようわからんね。よいしょ。では朝ごはんを食べましょう。よいしょ。では朝ごはんはもうシンプルです。ツナと卵とハムチーズのサンドイッチです。
I had breakfast, a sandwich of tuna, egg and ham cheese. I have breakfast a sandwich of tuna, egg, and ham cheese. はい、ミックスサンドですね。よし、食べましょう。よいしょ、ちょっとコーヒー飲んで。はい、イムポアル、パール、Good morning. How are you? Fine, thank you. And you? で、なんかねよいしょ、では、いただきます。食べたいと思います。じゃかちゃんちゃんちゃん。じゃかちゃんちゃんちゃん。よいしょ。8月5日か。よいしょ。皆さん9月9日は開けといてくださいね。9月の9日のわらわの誕生日はぜひ開けといて、あれいつ何曜日なんだ、まあ、平日になっちゃうんだけど、9月9日木曜日の夜は開けといてくださいね。9月9日にいろいろと皆さんに楽しみにしていただきたいのと、お披露目したいこともあるので、有給取ってくれてんのありがとう。さっきとかはいよるのもおはよう。あ、そうか、今日はメッセージか。高熱出たの？大丈夫か？いいか。大丈夫なのだよ。チョコベーズもおはようなのじゃ。あと誰か言えてない人いなからな。くねはもん、おはよう、出社行ってらっしゃいだよ。何時からの配信？9時からかな。だいたい9時だよね。なんかいつも記念配信とか祝日にしよう。ひかんむ M もおはよう。マイトいってらっしゃい。インジョーマーもしかしてメンバーシップウェルカム。インジョバー入会ありがとうなのじゃ。ポンコツ愛好会へようこそ。よいしょ。あ、そうなの、10日休みにしよう。そういう感じなのか。アクシ2回目今のところ何もなし。結構ね、2回目打つと熱が上がる人多いみたいだからね、気をつけてなのじゃ。ありがとう。マロンは一応スレレだよ。マロンのよいしょ。推しが開けとけと言ってたのか。会社の方送らないね。よいしょ。ゆうきもおはよう。なんてこともおはようなのじゃよ。いやね、まだまだお披露目できないけど、めちゃくちゃ楽しみだな。みんなに見せた時の反応がな。名状しがない国の住人もスーパースパイシーキングもおはよう。よっこいしょ。
あトリビアもおはようね。あっという間にもうあと1ヶ月。早いよね。9月の最初だから結構あっという間に過ぎそう。大事な人とデートなんです。バーチャルって言って今っていうか、それだとお前って言われそう。なんだってって楽しみが増えました。ねももおはよう。じゃあ何かそれは内緒なのじゃ。鈴原春もおはよう。トリビアもおはよう。今もおはよう。あ、そういえば9月といえば9月末までなので AR カードの方がね、これAR カードの方は9月末で販売終了してしまいますのでね、欲しいなって思った方は早めに。あとね、月末にねまとめて発注する形なので、登録ありがとう、ありがとう。もし早めに欲しい人はね、AR カードで見れるのが期限決まってるから早めに見た方がいいかもしれん。お得かもしれんね。よいしょ。こちらね、結構7月の一番早くした人が届くからさ、結構ねずれるんだよね。1ヶ月ずれちゃうからさ。よいしょ。フレア様の水着は初期の衣装の方が露出が多いか。まああれ確かにね、まあ初期のやつが水着っぽいからね。ほなもおはよう、カヌレもおはよう。8月8日が誕生日なのに自分の手に AR を買う儀式。ありがとうなのじゃ。8月8日。まあ覚えやすいね。わらは9月8日だし。オンイエイ。音にこれなんて読むかな。にーはお、早上好、おはよう。音オンウェインイェインかなポナもおはようって言ったかな。初期はセンシティブね。すごかったよね。あれ真冬でも学校だったんだよ。わらわの初期実装されていた初期の、まああれはねバーチャルエジプトの王族のね衣装ですからね。これね、マインクラフトで見るとほぼ肌、でかくなってきたでかいよ。画面に合わせるとこうか。こうですね。我らの初期衣装見ろ、輝かしいこの衣装このびっくりでしょ。バーチャルエジプトの王族の格好だよ。すごいでしょ。今でこの格好びっくりするでしょ。いやこれでこの世界にやってきたわらわですからね。これで歩いてたんですからねそうなんです。こんな格好をしていました。すごいでしょね。まあもともとねバーチャルエジプトのクイーンです。バーチャルエジプト I am バーチャルエジプトクイーンだったんですけど、そっからこうね気がついたらこっちの世界に飛ばされてきたんですね。でこの格好で歩いてたらね、すごいいろんな人に声かけられちゃって危うく危ないところに連れて行かれそうだったとこをね、今の家主に助けていただいたんですよ。危ないでしょこの格好。なんかのコスプレかと思うでしょ。よいしょ。そんなことがあったんですよ。よいしょ。初期衣装ね。こ
の格好でバスアップ、そうね、バスアップだとすごいもうすごいよね。じゃあ見せたのか、このバスアップ。わらわの配信はだからこう。また間違えた。助けて、助け。間違え。しかも、ごめん。しかもね、死んだかもしれん。びっくりした。今ね、なんか急に荒ぶってしまった。鈴原ゆいでもありがとう。スパチャありがとうございますよ。こんな感じでね。今これを動かそうと思ったら急にね、なんか荒ぶっちゃった。よっ。あれなんか重たい。急になんか呪いがかかったみたいに動かなくなっちゃった。こうしてこうやれば、でかいブエーんにゃ、こんな感じこんな感じ。でかいな。でかすぎ。でかい。もうちょっとちっちゃくなれ。重い。なんか動かない。ちょい、もうちょっとちっちゃくなりなさい。これぐらいか。にゃ、こういう感じで配信をして朝の配信こんなんだったよね。こういう感じで配信してましたね懐かしいな。はい、終わり。なってなかった？本当？あれ、今でもランプついてる。やだにゃ、チョッパー、なる VHD、ナイリル、シノンもおはよう。懐かしいでしょ。拝見料です。ご苦労ありがとう。最初でもすごかったからね。キュウリ賞とお披露目とポンコツでありがとう。鈴原ありがとう。あら、なってた。よかった。クテン、ゲノもおはよう。なるのに結構ね、時間かかるんだよね。眉毛が小高なる。もうやめるんだ。それは呪いがかってたからね。昔はやばかったからね。今だと格好だとね、もしかしたらバンっていうかね、変質気分にされてしまうかもしれないね。尺状がね、今この胸にひっついてるでしょ。この尺状はね、これね、危険に迫ると、この胸にあるこのブローチがね、尺状にパーンって変わるんですよ。変身しますから。食品賞、あれはいいものだ。ありがとう。でもね、食品賞なのあれどこにも行けないから、格好だとね。あとね、冬は寒くて死ぬからあと目立ちすぎるからあれはね、ちょっと大変だった、扱いがよいしょ。懐かしいね。トモ犬もおはよう。ね、あの頃にね、もうことたまパパさんと出会っていればねと思うよね。あの頃はね、一番最初はね、顔がね崩壊したのがやばかったからねちゃんとしたね、サイネママのね、素敵なあれをね、ちゃんとね、ことたまパパさんにパパになっていただいていたら、すごい可愛くなっていたなんだろうなって。やっぱりね、パパ大事よ。パパは皆さん、これから VTuber になりようと思ったそこのあなた、いるわかんないけど、ママも大事ですけど、パパも本当に大事ですからね。わらはやっぽどひどかったけど、本当にね、全然違うから。
うん、企業あれは企業だったけど、多分中の別に専門の人がやってたわけじゃないと思うんだよね。だからダメだったんだよね。やばかったんだから。パパ大事でしょ。プラチナ白金も迷う。まあ数々のいろいろ伝説を残した初期一生でしたね。うん。やっぱね、やっぱり全然ね、違う。同じママの、例えば同じママさんから生まれた兄弟でも、パパが違うと全然違うのよ。ほんとそれ思う。同じ兄弟で、お母さんは一緒でも、パパが違うとね、全く違う顔になるから、本当に。表情とかも動きとかでね、本当にね、パパありがとう。ありがとう。そしてわらわのねパパさんは本当にねとっても素晴らしい方なので、ありがとうございます。そうでしょ。すーちゃんもクレアンわらわもね、お父さんパパに肉体改造してもらってこんなに変われなかった衝撃で、そう本当に変わるんよ。なんか生き生きしてるでしょ。なんかサイネママのお墨付きだからよいしょ。よいしょ。箱おじさん、ジョーアタラクシアのおはよう。スーちゃんの香りはすごい。だからスーちゃんはまだあれね、バラはもうだから一番最初からこれに変わったらドンって変わったでしょ。だから本当にね、もうあれだったよね。本当にありがたいございます。初期気になる方は初期のアーカイブ見てね。初期あまり見ないでください。見ないで見ないで。いや本当にね、だいぶやばかったからな、初期はな。見ないで見ないでわあ、あれは本当にひどかったからああ、懐かしい思い出。うまい見せられないよね、本当に。見ないでよ。そんなこと言ったら見ちゃうか、みんな。奥もおはよう。使用人のアリアも奥もおはよう。まあ本当ね、懐かしいね。もうあれから3年、もうすぐ3年か。ちょっと行ってくる。行ってらっしゃい。よいしょ。ケリリもおはよう。またね、この衣装もありますけど、また次の衣装もね、皆さん楽しみにしててくださいね。よいしょ。いや、なんせ本当にね、サイネママはありがたい、本当に素敵です。あっという間で3年、あっという間というかなんというか。ね、サイネママ本当にね、大好きだよね。本当に素敵なんだよね。なんだろうね。初配信の時緊張してるからね。それを言うならスーちゃんも違うけどよそ行きモードっていうか、そんな感じですよね。でも基本変わらんから。初期の頃はね、原稿にね、
何を言うかってブオーって書いてね、手プルプル震えながら「コンクリアじゃよーバーチャルリポトルジョーロ!」って言っていやー懐かしいな。ジュディもグッドモーニング、スズナもおはよう。本当にね、めっちゃめちゃ緊張したよね。もうね、なんか何喋るか考えようと思って全部書き出して、コンクリバーチャルエジプトの女王なんたらでどうのこうのじゃって言ってもう手がプル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 って震えながらカタ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 ってやってたな。今こんなに食べながらさ、ご飯食べながら配信してるというのに。ああ、やばい、あまり宣伝したら見ちゃうみんな。昔そうだね、夜やってたね。朝にこんなにシフトするとは思ってなかった。カミカミでした。そう、白目でカミカミで眉毛もブリンブリン動いて目が白目にな、あれでも絶対あれいじめだと思うの。あんだけひどいのやばいよね、本当にね。本当見ないで見ないで見ないな。なんでこんななんです、なんでこんなに勝手にねあれするんだろうって思ってた。アスミンもおはよう。音で出てくと思ってみんな。音で出てくとも言えなかったな。懐かしいな。うん。まあいろいろあれはみんな初期は慣れてないからね。てけりりはやてジェイヘイハチおはよう。やめろ、みんな見始めた。やばい、あまり話しちゃやばいな。にゃにゃにゃ。あ、そう、あれがあったから白目ビームって生まれたのよね。ありえないよね、今考えたらね。本当にあんだけすごい人もなかなかいないと思うんだからね。今の朝ごはんはサンドイッチを食べているよ。もう食べ終わるよ。はあ、いろいろやらかしたね、ほらね。ちっとこどこのおはようなのだ。いや死ぬよね、本当にね。面白いほど。あしらもっぱきジャソンイスジャソンおはよう。ダメやめろ、初配信リツイートしたらダメだ。だからね、なんで白目ビームが生まれたかというと、わらわが白目ばっかり向いちゃって、だからこの白目ビームっていうのが、これができたネタがそれだよこれがわらわが白目向いてたからね難しい。ジャソンイスワンとはいいやもうそろそろ次に行きましょう。はい、ご飯食べ終わりましたのでね、サプリも飲みましょう。トニー PW もおはよう。やめて、切り抜きしないで。あれ恥ずかしいからさ、あれはちょっとやべえよ。初期の黒歴史というまあいろいろね、初めの方のね VTuber って結構そういうの多かったかもね。今はね本当にねすごい技術も発達してね、本当にねすごいあれだと思う。 3D もねどんどん 3D が本当に敷居も低くなって、本当に低くなったよね。 3D って昔すごいっていうか企業しかできないっていうイメージだったのが、本当に誰でももう VTuber デビューしてすぐに 3D になる人もいるという。あと V ロイドとかもすごいね。
なんか発展していってすごいなーって思いもうしまい目に多分ね VTuber が全 VTuber アバター持ってるみたいな全人類とは言うかないけど、まあその辺普通にみんなほらよろしくお願いしますっていうあれなんだっけな、サマーウォーズみたいにさ、なんかみんな一人一アバター持っているみたいな、なんかそんな感じになりそう。将来もっとだったら。はいということで、じゃあご飯食べ終わりましたのでサプリを飲みますね。よいしょと。1234ね、本当にねすごい発展したよこの数年でね。すごいあれね、みんな結構 3D になっていくよね、簡単に。1234結構個人の方もクラウドファンディングとかしていただいて3D になりますって言ってなってる方多いよね。よいしょ。でんブラックハートもおはよう。まあ確かにね、お金かかるから 3D とかなんかいろいろ作る、すごいよ。マジで本当にお金かかりますわ。お金かかりますのよ VTuber も。よいしょ。お待ちくださいね。笹原ささの分のまさやんもおはようございます。待ってね、このサプリを飲まなければ。120万じゃ足りなかったって言ってた。まあだからこだわろうと思ったらすんごいお金いくらでもかけようと思ったらかけれるんだと思うけどね。よいしょ。みなずきアリスもおはよう。お誕生日の方がいられる。どなただどなたですか？お誕生日の人は誰だ？ちょっと待って。ごめん、見落としてしまっているな。誰だろう？誰でしょう？あ、そうね、3D ライブ1000万以上かかるってね。かなた、あ、ごめん。かなたが今日はお誕生日らしいのです。空の海もおはよう。では、Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear かなた Happy birthday to you おめでとうなのじゃ。おめでとう。はい、良き誕生日をお過ごしください。そして良き一年になれますように。おめでとう。よいしょ。あ、空の海もおはようって言ったかな？おはようございます。はい。では、そろそろ次のコーナーに参りますかね。では、ちびっこ様、次のコーナーにお願いしたいと思います。はい。いろいろあったね。ありました。どうぞ。はい、ありがとうございます。では、次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは、こちらのコーナーじゃ今日のお天気コーナー。
Today Weather News in Japan! イエーイ。あ、そうそう、ちびちゃんもね、ちびちゃんもなんとこうやってね、ことたわパパさんにね、ありがたいね、ちび。ね、はい、どうなりまして、じゃあ今日のお天気コーナーを発表していきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。で、今日の日本の天気。日本の天気を発表します。I will announce the weather in Japan today. I will announce the weather in Japan today. あ、ユーリ、ヨークロード、カナカナ、モノクロ D もおはよう。はい、そしてスペイン語、Anunciaré el tiempo en Japón hoy. インドネシア語、 Saya akan mengumumkan cuaca di Jepang hari ini. ポルトガル語、 Vou anunciar o tempo no Japão hoje. 中国語、我将宣布今天日本的天气。待って待って、ちょっと待って、アイキャッチの中でもブオーとエアコンの音がする。生活感マックスで大好き。ああ、そっか、そうだよな。そうだ、気づく、そういえばそうだわ。すまん、暑くてエアコンマックスにしてるから、マックスっていうかね、うるさいかもしれないはい、ということで今日のお天気を発表しましょうね。はい、こちらはわお、オレンジ、もうすごいオレンジですね。ほとんど晴れだね。はい、ということで今日のお天気を発表してもらおうと思います。上白上子お姉さんにね、よいしょではお姉様のに発表してもらいましょう。ちっちゃではお願いします。あ、ノアおはよう。あ、イゾトペ ARX なんかね、買ったんだけどなんかそのままだったから、だから結局なんか導入しないまま終わった気がするな。なんかそういえばイゾなんとか。はい、では、8月5日木曜日の今日のお天気お願いします。お伝えします。今日は北から西日本は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は山沿いや内陸を中心ににわか雨や雷雨となりそうです。南西諸島は雨が降り、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。土砂災害などに警戒注意をし、強風や高波に注意してください。最高気温は北から西日本では平年より高く35度以上の猛暑日のところも多い予想です。熱中症に警戒してください。一方、台風9号は南シナ海を北東に進み、8日には東シナ海に達する見通しです。また沖縄の南には熱帯低気圧があって24時間以内に台風に変わる見込みです。今後の情報に注意してください。だってなんか持ってた気がするんだけどな、確か。でもなんか結局なんかようわからんままそのままほっといてどっか行っちゃったかもしれない。じゃあ詳しいお天気を言いますね。詳しいお天気。うわ、暑そう。5日のお天気は甲信、西日本で40度近い暑さも40度近い暑さ。3連休は3連休なんかあったっけ？あれ？あ、9日休みなんだ。そうだわ、忘れてたわ。3連休は台風が本州に北上しますだって。オリンピック大丈夫なのかな。はい、では詳しいお天気を発表したいと思いますよ。あ、吉月お疲れ様、おはよう。では続き詳しく言っていきましょう。5日木曜日はさらに全国的に厳しい暑さになり、甲信や西日本では40度近い暑さになるところもありそうです。熱中症に厳重に警戒してください。連日厳しい暑さが続いていますが、5日木曜日は山梨県や近畿、九州を中心に40度近い暑さになるところがあるでしょう。
日中の予想最高気温は大分県日田で39度、大阪、京都、熊本などで38度と猛烈な暑さになるでしょう。また昨日山梨県の勝沼では全国で今年最初の 39.7 度を観測しましたが、今日は40度を超える可能性があります。東北から九州の広い地域に熱中症警戒アラートが発表されていますので、引き続き適切に水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。天気は全国的に晴れるところが多くなりますが、北海道と九州の山沿い、本州の山沿いはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。熱帯低気圧の影響を受ける那覇では雨と風が強まる見込みです。沖縄付近の熱帯低気圧は今後台風に発達し、8日日曜日から9日の月曜日にかけて東日本に近づく見込みです。8日日曜日頃からは東海や関東で雨や風が強まる恐れがあるため注意が必要です。さらに南シナ海にある台風9号も来週の10日火曜日頃に西日本に近づく可能性があります。まだ台風が近づく場所や時間帯に予報の幅がありますので、今後の最新の状態をこまめに確認するようにしてください。だってなんか40度死ぬな。猛烈な暑さが続き40度に迫る危険な暑さも。暑っ。みんな本当に熱中症とか気をつけてね。特にね、外出たりクーラーもねちゃんとつけてね、水分補給してくださいませね。気をつけて。倒れるね、本当。なんで40度ってなんか高熱出た時のすごいもう嫌だ恐ろしい。わらわ家から出ないからね。恐ろしい。家の中でも暑いからな。はい、外出るときはお気をつけくださいませ。はい、ということで今日のお天気コーナー Today Weather News in Japan でした。SSYG もおはよう、ごしたろうもおはようございますね。暑っ。なんちゃらかんちゃらでなんたらみたいな。はい、では次のコーナーに参りましょう。ちぶちゃん、次のコーナーに行ってください。はいはい、そうですね、メガネね。はい、どうぞ。はい、では次のコーナーに参りたいと思います。次のコーナーはこちらのコーナーじゃ。はい、ちゃんとブオーするの時にミュートしたもんね。今日の占いランキング Today ホロスコープランキング、イエーイ。はい、では今日の占いランキングを発表していきたいと思います。8月5日のホロスコープランキング。じゃあ翻訳を変えましょうね。よいしょ。野良黒猫さんおはようよ。今日の星占いランキング。Today's horoscope ranking will be announced. あれ？棒が抜けてるわ。こうや。Announcing today's horoscope ranking. Announcing today's horoscope ranking。はい、よいしょ。スペイン語。Anunciando la clasificación del horóscopo de hoy. トスコポデオインドネシア語。 Mengumumkan peringkat horoskop hari ini. はい。ポルトガル語。 Anunciando a classificação do horóscopo de hoje. テイムホームおはよう。そして中国語。よいしょ。公布今天的星座运势。はい、では行きますよ。いきます。では今日の占いランキングね。ジョナさんもおはよう。デイビースゴグモーニーおはよう。ウェルカム。いきます。では11位から2位まで発表した後に12位と1位を発表していくというスタイルとなっております。では参りましょう。
11位はでげ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 ででーん。第11位は獅子座ガオーガオー。ナンバー11レオレオ。はい、第11位は獅子座レオです。疲れて言葉が荒くなりがち。楽しい計画を立てて気分転換してくれなのじゃ。疲れてしまって言葉が荒くなりがちになりますので、楽しい計画を立てて気分転換しましょう。疲れてるとね、言葉がね、荒っぽくなってね、あーみたいな。なんとかだよ、ほらみたいな。ね、ちょっと言葉遣いがね、荒くなったりしますので気をつけてくださいね。ラッキーポイントは、スムージー。スムージーだって。いいね、スムージー。はい、気をつけてください。柄が悪くならないように。第10位はデケ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 。第10位は10時だ10時じゃない。第10位はいて座。いてなのじゃ。あ、東京リベンジャーの水着。あ、そうかもしれない第10位ナンバー10いて座サジタリウス。サジタリウスナンバー10サジタリウス。作業をやり残して焦りそう。最善を尽くして巻き返ししてくれ。作業をやり残してて、あ、残ってたって焦るかもしれませんので、最善を尽くし巻き返しましょう。ラッキーポイントはビーズクッション。ビーズクッション。あ、なんか人をダメにするクッションだっけ。なんかこうあれだよね、包み込むような高いんだよね、ビーズクッションね。はい、作業がやり残してないかちゃんと見ておきましょうね。続きまして第9位はデケ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 キューン。第9位は双子座。双子ナンバー9ジェミニー。数の力で目標に横やりが数の力で目標に横やりが入るかもしれません。同じ立場の人同士で連携しましょう。どういうこと数の力で目標に横やりが入るの。なんか一生懸命頑張ってたらなんかね、大手の方からなんかいろいろ横やり入ってくるのかよくわからんけど、同じ立場の人同士で連携しましょう。ラッキーポイントはオリーブオイル。オリーブオイルって言ったらなんかモコーズキッチンだっけ、モコミチキッチンだっけなんか思い出した。はい、オリーブオイルです。続きまして民主主義。あ、なるほどね。はいはいはい。第8位はダガ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 ダ。第8位は天秤座。天秤ナンバー8ライブラーじゃ。感覚で判断するのは危険じゃ。多様な意見に耳を傾けてくれ。感覚で判断するのは危険じゃ。多様な意見に耳を傾けてください。まあね、自分で大体こうでしょうなと思ったらまあ危ないことがあるので、ちゃんといろんな人の意見を聞いてやりましょうということですね。我らは感覚派だからね、ついついね適当にやっちゃうけどね。ラッキーポイントは家庭菜園。家庭菜園だって。家庭菜園ね。家庭菜園でね、いろいろね、お野菜作ったりね、フルーツ作ったりね。大体ね、なんか家でさ、枝豆作るやつとかあるじゃん。なんかペットボトルで作るやつ。プチトマト作れるとか言って、大体失敗するんだよな。うまいこといかんくていつも枯れてる。まあ大体わらわじゃなくて、大体家主が出て、なんかね、干からびたやつが出る。あれね、なんかうまいことできないんだけど、あれわらもちょっとやろうかなと思ったけどね、
なんかダメだったわ何気に難しいんだわ。でもうまくいってる人はなんか枝豆がそれにもさっとこうね、もさっとこうできたりしてるみたいだけどねはい。まあ、マラーっていうか、まあ、家主がやろうと思っていつも失敗して干からびてるのを見かけるって感じかな。はい、続きまして第7位はデケ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 デデーン。第7位はお猫目座もとい乙女座にゃーナンバー7バーゴー乙女座バーゴーじゃん。はい。干からびてるのはなんか枝豆みたいなやつ。枝豆みたいな。トマトはどうだったかな、なんかそんなん。はい。ナンバー7バーゴーです。わらわの星座。流れに身を任せて少し後悔するかもしれんのじゃ。周りの声に惑わされないでくれ。あら、わらはだいたい流れに身を任そうとするんだけど少し後悔するかもしれんのじゃ。周りの声には惑わされないようにしてくれ。周りの声にめちゃくちゃ惑わされるタイプだからな、わらはな。うん、気をつけるのじゃ。ラッキーポイントは麦茶。麦茶はわらのね、家にいつも麦茶はありますから。はい。おはようございます。ガレンおはよう。ガレンかな。ガレンおはよう。グッドモーニングおはようございます。そして続きましてよいしょ、おめめね、めはい。続きまして第6位はデケ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 ティーン。第6位は水亀ナンバー6アクエニアス。新しい仲間と作るチャンスがあるかもしれません。新しい仲間を作るチャンスがあるかもしれません。初対面の人と連絡先を交換してみると良いでしょう。よっこいしょ。新しい仲間を作るチャンスがあるかもしれません。初対面の人と連絡先を交換してみると良いでしょう。ラッキーポイントは豪華な弁当豪華な弁当だって。最近ね、お弁当もいろいろな弁当あるからね。まあ家で作る弁当もありゃ、持ち帰りのお弁当とかね、お店でもね、お持ち帰りがたくさんね、できるようになっておりましたりね、しますからね。はい。そして、続きまして。でんでんおはよう。第5位は、デケ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 デ
5位は焼き座ナンバー5カプリコーン多くのことをこなして満足できるかもしれんのじゃ。ペースを抑えて体力を温存してくれなのじゃ。多くのことをこなして満足できるかもしれんのじゃ。ペースを抑えて体力を温存してくれなのじゃよ。はい。ということでね、なんか多くのことをやって満足できるので、ペースを抑えて体力温存。まあね、暑いからね、あんまり頑張りすぎたらね、体力がへーほーはーってなるかもしれないので。ラッキーポイントは、検証ね、わらはね、やったことないかもしれん。検証に。やったことあったかな？ない気がするな。うん。なんかたまになんか家主の母上がなんか旅行に、もっと前ね、もっとコロナとかなる前に、旅行に当たったわーとか言ってたなと思って。うん。でも大体一人しか当たらなくて。一人だったかな？一人だったかな？ペアだったか？ペアはいけんのかな？なんかそんな感じでね。一人だったかな？一人分でもう一人は払わなきゃいけないんだったかな？なんか言ってたな、そういえばな。うん。はい。検証炎じゃないや。検証ってなんかほら、当たるやつよ。なんかいろいろ。あんまりああいうの当たった覚えがないな。てか出した覚えもないわ。はい。ということで。続きまして。第4位は、ダガ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 第
4位はうおざうお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 うナンバー4ピスケスピスケス。そうね、出さなきゃ当たらないのは当たり前宝くじ当たりたいわ、宝くじ当たりたいわ、あ、出したことないわみたいな、買ったことないわみたいな。はい、ナンバー4ウォーザピスケス。意外な人がキーパーソンになるかもしれません。みんなに対して丁寧な対応をしましょう。意外な人がキーパーソンになるかもしれません。みんなに対して丁寧に対応しましょう。ラッキーポイントはおしゃれな内装のお菓子。おしゃれな内装のお菓子。ああ、かわいいね。内装してるお菓子とか、なんかいいよね。おしゃれなかわいいやつとか置いときたくなるよね。うん。意外な人がピーパーソンじゃない、キーパーソンね。キーパーソンになるかもしれません。はい。猫助おはよう。はい。なんか可愛いやつに入ってるお菓子とかね、可愛いなんかバレンタインとか、どっかお菓子に可愛いやつとかあるじゃん。自分用に買ってさ、このハート型の可愛いやつ、あ、これ欲しいなと思ってね。置いてたりする。可愛いお菓子もらったりとかしたら、お菓子のその箱可愛かったりしたりしたら、そのやつ置いとくの。あ、袋とかね。うん。そんなことするな。うん。はい。ということで。続きまして、第3位は、どこ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 。第3位は、お牛座。もう、ナンバー3、トーラス。はい。ナンバー3はトーラスです。なくしたものが見つかる予感があるかもしれんのじゃ。前に探した場所を再び探索してみましょう。探索。なくしたものが見つかる予感があります。前に探した場所をもう一回捜索してみると、捜索してみるといいでしょう。だってなんかね、探してる時ってほんと見つかんないよね。なんであれ、きっとね、誰か神様が隠してるのだなって思ってんだけど本当に出てこないんだよね。お菓子この辺に置いたはずなんで出てこないのね。女バカだって思って、それからだいぶ経ってからポロってなんか同じような場所から出てきて、嘘でしょ、ここめちゃくちゃ探したはずなのになんでここから出てくるんだ。きっと神様が隠したに違いないと思う。本当に不思議なもん。なんかたまに絶対これは誰か神様かなんか誰かがこう隠してんだなって思っているなんかね、探すのもういいや、もうしゃあないやって思ってした頃にポロンって出てくるからね、あれね。はい、不思議なもんで、どこまでいったか、あれ何位だったこれ、トーラス3回ね。でラッキーポイントはね、少し遅れた時計なんでラッキーポイント少し遅れた時計だって。遅れた時計ってやばいと思うけどで気をつけて。なんかよく遅れる人はね、なんか時間をちょっと早めに5分早めになんかセットしてる人もいるよね。なんかね、もともとねすぐ遅れちゃうからって。あとなんかあれだね、なんかよく遅刻する人はね、勝手にね、遅刻する人は集合時間を早めに言っといてそうするとみんなと同じぐらいの時間になるっていうね。見つからないね、おかしいのね、見つからないのですよ。探し物は何ですか。はい、続きまして第4位は、わらわの遅刻は人のこと言えねえかな。でけ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 で、4位じゃない、第2位だった。でけ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 で、第2位はカニ座。カニ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 、間違えた。第2位ナンバー2キャンサー。はい、第2位キャンサー。問題が解決して自由を満喫できるかもしれません。中断していた計画を再開してみましょう。問題が解決して
自由を満喫できるかもしれません。中断していた計画を再開しましょう。ラッキーポイントは夏の切手。夏の切手だって。はい、夏ね、切手最近使うことないな、そういえばね。めったに使わないね。はい、なんかね、自由を満喫できるかもしれませんよ。はい、そして諦めていた計画もね、もし再開するといいかもしれません。はい、ということで、グレッポもおはよう。はい、第2位は、カニ座キャンサーです。はい、では2位まで行きましたので、12位を発表したいと思います。それでは、第12位は、ダガ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 ンテーン。第12位は、おひつじ座みーナンバー11アリエス私のコメント消してる？何もしてないよ、わらは。何？自分でやってるんじゃなくて？ナンバー11アリエス。一方的な連絡の仕方は誤解のもとです。伝わったかどうかは本人に直接確認してみましょう。一方的な連絡の仕方は誤解のもとになるのじゃ。伝わったかどうかは本人に直接確認しましょう。はい、ということで、なんか連絡の仕方、一方的にもう勝手にパン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 って送って、はい、終わりみたいな。ちゃんとね、確認しましょう。それがちゃんと伝わってるかどうかはね。はい。おまじないとしましては、見られたくない写真を整理して、見られたくない写真は整理してくれ。ラッキーポイントは、スクラブ洗顔料。はい。ですね。なんか、見られたくない写真はね、隠しておきましょう。見られたくないものは気をつけてね。どう見られるかわかりませんからね。何この写真？何これ？ちょっとどういうことみたいにならないようにね。気をつけてください。そしてちゃんと連絡は、相手がちゃんと確認したかどうかを確認しましょう。はい。ということです。あとね、変な、数字の羅列とかすると勝手に YouTube がね、なんていうのあれだと思って消されるかもしれません。例えば、意味のない単語をだって羅列するとか、そうすると勝手に YouTube がね、なんていうのあれと判断して、なんていうのあれ、ああいうの、なんていうのああいう、バグじゃなくて、YouTube に勝手にこう消されるかも。例えば絵文字がドラーって並ぶとかあとはスパム扱いされるから気をつけて。例えば英数字をドーってなんか言葉流すみたいな、大量に書くとか絵文字ダーって書くとかすると YouTube の方でスパム扱いされて勝手にメッセージがね消えることがありますので気をつけてくださいね。多分それだとちょっと言ったことがもしかしたらちょっとスパムになってるかもなって思って気をつけてくださいね。嵐扱いされたりとかするのあるからね、 YouTube の方で。はい、ではよいしょ、12位まで行きましたので1位を発表していきたいと思います。ベイビーもおはよう。グッモーニング。グッモーニング、おはようございます。そう、あるよ。自動そういう追撃システムみたいなのが YouTube にはあります。だからちょっと危ない言葉とか言ったりとかすると、勝手にね、YouTube の方がね、スパムポンってされたりとかするのです。はい。では、第1位を発表したいと思います。それは大丈夫。それは大丈夫だと思う。ミュウもおはよう。第1位は、泣いたままだったわ。レゲ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 レティーン。第1位はサソリ座の女、男老若男女ということで、ナンバーワンスコープじゃこりゃ
これ二重になってた、ごめん。ナンバーワンスコーピオ、スコーピオ、ナンバーワンスコーピオ、合体してて怖かったすごい姿になってた、ごめんごめん。ナンバーワンスコーピオ、サソリ座スコーピオ。偶然の巡り合わせで嬉しい展開になるかもしれません。チャンスを生かして積極的に動きましょう気持ち悪かったです、さっきの悪魔合体。本当だよ。偶然の巡り合わせで嬉しい展開になるかもしれません。チャンスを生かして積極的に動きましょう。アドバイスは思い出の品を身につけること。ラッキーポイントは引き立てのコーヒー。引き立てのコーヒーペルソナ面白かったな。そうね、悪魔合体、女神転生、あれ結構面白かった。音楽とかかっこいいよね、あれね。5見たんだかな、なんか見たんだよね。タンタンタラッタッタラッターみたいなペルソナピャー、あれかっこよかったな。よかったよかった。第1位はサソリ座スコーピオ、スコーピオでした。モルガナも可愛かったしな。よかったよね。声優さんも豪華だったしな。おもろかった。かっこよかった。曲もかっこいいし。はい。ということで、言ったかな？第1位はね、アドバイスは思い出の品を身につけること、ラッキーポイントは引き立てのコーヒーでした。5見たい。4も見たよ。4映画のやつだったかな、なんか見たわ、それも。面白かった。おもろかった。4と5を見ましたね、わらはね。では、1位から12位まで、わらわの独特のクルラップで結果を発表していきたいと思います。では、いくぞ。チェキラッチョ第1位はサソリ座。サソリ座スコーピオ。第2位はカニ座。カニ座はキャンサー。はい、第3位はお牛座。お牛座トーラス。もう第4位はウオ座。ウオ座はピスケス。はい、第5位はヤギ座。ヤギ座はカプリコーン。第6位は水亀座。水亀座アクエニアス。第7位は乙女座。乙女座バーゴー。続いて下に下がるんじゃ。第8位は天秤座。天秤座ライブナー。第9位は双子座。双子座ジミニーよ。第10位はイテ座。イテ座はサジタリウス。第11位獅子座。獅子座はレオガオ。第12位お羊座。お羊座アリエスミー。イエーイ。はい、ということで今日の占いランキング Today ハラスコープランキングでした。イエーイ。はい、ということでね、次のコーナーに参りたいと思います。ちびこさん、次のコーナーにお願いします。はい、では第1位はサソリさん、タントリーナスコーピオ。そうはい、では次お願いしますね。何をそんなに大量になんか書いてんのかな。ベイビーさん、何回も長文を連投したらバンするよ。ベイビー、ブロックするよ。その長文、ロング文章ダメよはい、そういう時どう言うんだ。こういう時にね、ポンって出てきたらあれだけどね。ちょっと待って、あんまりなんて言えばいいかわかんない。はい、ということで、次のコーナーに参りたいと思いますよ。次のコーナーはチビ変えて次のコーナーはこちらのコーナーじゃ。今日は何の日？ Today アニバーサリーコーナーでした。でしたじゃない。終わっちゃった。Today アニバーサリーコーナー、イエーイ。
バレリアンありがとうね。星座のアドバイスをね訳していただきまして、翻訳ありがとう。 Thank you ありがとう。はい、では参りたいと思います。今日は何の日今日は何の日。はい、ということで、発表していきたいと思います。8月の5日、よいしょよいしょ。はい、8月の5日の今日の記念日、翻訳を変えますね。今日の記念日、Announce today's anniversary. Announce today's anniversary。はい。ちょっと待ってね。うん。何回も同じ言葉をちょっと待って、買うか。同じ文章を連続でコメントチャットするのは禁止です。これでわかる？同じ文章を連続でチャットするのは禁止です。かわいいかわいいクレアお姉さん、私を見て、見たよ、挨拶したじゃん。ベイビー、これ It is forbidden to chat the same sentence in succession. はい、次やったらダメですよ。次やったらブロックしますね。 Next time ブロック。 It is forbidden to chat the same sentence in succession. はい、次はこれね、気をつけて。はい、では今日の記念日、失敗した。発表します。あかんかったらアウトかな。はい、さようなら。これだけやったらもうしょうがないね。さよなら。いや、さすがにね、ダメだね。コンヌルしますよ。コンヌルはい、コンヌルしました。さようならです。はい、ということで Announce today's anniversary. Announce today's anniversary。 はい、そして、スペイン語。はAnuncia el aniversario de hoy. い、インドネシア語。 Umumkan hari jadi hari ini. ポルトガル語。 Anuncie o aniversário de hoje. 中国語。あ、そうなんだ、前もいたんだね。宣布今天的周年纪念日。はい、では今日の記念日を発表していきましょう。世界ビールデイ、世界ビールデイ、インターナショナルビアデイということで、2007年のアメリカカリフォルニア州サンタクルーズで開始されました。友人たちと集まってビールを楽しみ、酒造会社などビール製造に関わる人たちに感謝する日なんだって。ビール、世界ビールデイ、インターナショナルビガーデイ、ビアガーデン、ビガーデイ。アメリカで2007年にね、やったらしい。友人たちと集まってビールを楽しんで、製造会社、酒造会社などのビール製造の関わる人たちを感謝する日だって。あ、目がはい、すいません、忘れしました。不謹慎だけどクレア様のコンルルボイス助かる。ありがとう。はい、スパちゃんもありがとうございます。そしてタクシーの日、タクシーね。東京常用旅客自動車協会が1984年に制定して、翌1985年から実施されました。現在は全国常用自動車連合会が全国統一のキャンペーンとして実施しています。1912年大正元年のこの日に、ありがとう。
ありがとさん。東京すき家橋のタクシー自動車株式会社が日本で初めてタクシーの営業を開始したそうです。大正元年1912年のこの日に東京すき家橋タクシー自動車株式会社が初めてタクシーの、営業を始めたそうですね。ね、早口言葉みたいだね。よいしょ。それから箱の日、箱の日。東京四季紙に器って書いて四季工業組合が1991年に制定して全国の四季段ボール箱工業組合が実施しました。8号で箱の組み合わせだって。箱ね、箱まあ8と5だから箱。なるほど。四季でいいのか。大正元年からタクシーがあったそうですね。この組み合わせ。それから、はしご車の日。はしご車の日。国内 90% のはしご車の製造を行う株式会社森田が制定しました。はしご、8と5の語呂合わせではしご車の日なんだって。そうね。90% が森田が作ってるんだ。へー。ハンコの日、ハンコ。山梨県甲府市の一般総合商社モテキ株式会社が制定しました。ハンコで8と5の語呂合わせですって。あとはハードコアテクノの日。ハードコアテクノの日。ハードコアテクノ音楽レーベルハードコア大阪2006年に制定しました。ハードコアの言語の読み合わせがハーコーと聞こえることから85でハーコーの語呂合わせハーコーってねあれだな、ハーコーっていうとあれを思い出すわ。あれヒプノシスマイクの横浜デビジョンがハーコーってなんか言ってたような気がする。はいはい、そんな感じでございますかね。ハーコー聞こえますはい、ということでこんな感じかな、今日の記念日無理くりはい、ということで今日の記念日コーナー Today アニバーサリーコーナーでした。イエーイ。ポテマよ処刑さんいらっしゃいなのだよ。はい、ということでじゃあ今日の記念日はこんな感じでございました。じゃあ次のコーナーにつびちゃんお願いします。そうそう、ハーコーね。はい、次お願いします。はい、では次のコーナーに参りましょう。次のコーナーはこちらのコーナーじゃ。今日のニュースコーナー Today News Information イエーイ。はい、ということで今日のニュース Today News Information ニュースを発表していくコーナーとなっております。今日のニュースはどんなのがあるのかな。ちょっと翻訳も変えましょう。今日のニュースを発表します。 Announce today's news. Announce today's news。英語、そしてスペイン語はAnuncie las noticias de hoy. インドネシア語、 Umumkan berita hari ini. ポルトガル語、 Anuncie as notícias de hoje. そして中国語。宣布今天的新聞。はい、では発表しましょう。こんな感じで今日は何があるかな。今日のね、山梨40度。やばいね、40度。どれ読もうかな。よいしょ。よっ、ちょっと待ってね。
新規感染者14都道府県で最多更新。またね。入院制限。入院制限？何それ。入院制限に不安、仕方ないの声も。入院制限に広がる不安、病院から仕方ないの声も。新型コロナということで、新型コロナウイルスの患者のうち重症者以外は原則自宅療養とする政府の方針に戸惑いが広がっている。そうなんだ。はいはいはい。4日、サラリーマンからは不安の声が上がる一方、コロナの患者の対応に追われる病院からは仕方がないという声も漏れました。クールビズの姿の人々が行き交う東京新松寺。まだワクチンを受けていないという千葉県のアルバイトの女性57歳は政府の方針に考えられないと呆れた様子で、一人暮らしの人は大変だと思う。そうでなくとも家族に移る可能性があるので、自宅とは違う場所で療養してほしいと話す。これ何？どういうこと？横浜市の会社も委員も49歳も去年からコロナで騒いだのからもっと前から対策を立ててもよかったのだと思う。政府の対応を疑問視します。ただし現状ではこうするしかないのではということでって書いてある。これどういうこと？なんかあったん？これ中度以下は来るなみたいになったん？いやそれ知らんかった。もう逼迫してるから重症以下はみんな自宅にいましょうってこと？めちゃくちゃ怖いな。怖いよ。それは怖い。そうなんだ。一方中野共立病院東京都中野区の院長は、重症者以外原則自宅療養とすることに保健所は今でも多忙だ。誰が責任を持って健康管理するのかと疑問を指定する。患者が外出して感染を広がる可能性も指摘しました。高齢のコロナ患者さんの輸送先が約7時間決まらなかったこともあるといい、今の状況では中等症の人が重症になった時すぐに入院できるかもわからないと懸念を示しました。だってそんなことになってるな。ほぼ満床なんだって。限界一歩手前。だから結局今はね、入院したくても入院できない状態なんだね。恐ろしいことになる。エナもおはよう。私はインドネシアから来ました。ウェルカムインドネシア。ガレンかな。ガレンウェルカム。まあどうにもね、今こんな状態だからね。それから他になんかあるかな。どうしたんだこれ。そうなんだ。リサが静養。鈴木達夫も活動休止に。だってリサ心身疲労の静養で、一部活動を休止します。7日&8日の福岡のライブは中止です。だって歌手のリサが4日に心身疲労による一定期間の静養のために一部の活動を休止することを公式サイトで発表しました。同日に夫で声優歌手の鈴木達夫も公式サイトを通じ、先日より体調不良が続いており、通常通りの活動が困難な状態にあるため当面の活動を休止することを報告しました。鈴木達久さん、達久さんなんだ。ごめんなさい、失礼いたしました。リサの公式サイトでは、心身疲労により一定期間の休養が必要と判断しましたため、一部の活動を休止し静養させていただくことにいたしましたとし、これを受けまして急遽福岡公演を中止させていただくことといたしました。公演を楽しみにお待ちいただいていたお客様には大変申し訳ございません。何卒ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げますと、8月7日8日にマリンメッセ福岡にて開催を予定していたライブインスマイルオールウェイズレディーバグの公演中止を発表しました。鈴木も、所属事務所の公式サイトを通じ、弊社所属の鈴木達久でいいんだっけ、達久さんにおきまして、先日より体調不良が続いており、通常通りの活動が困難な状況にあるため当面の間活動を休止させていただくことになりましたことをご報告申し上げますとし、各関係者の皆様、日頃より応援くださっている皆様には大変なるご迷惑とご心配をおかけしていますことを深くお詫びいたしますと伝えている。リサと鈴木については、夫の鈴木が7月30日文春オンラインで20代のごめんこれごめん
20代のファンの女性との不倫が報じられていた。知らんかった。マジか。リサは2010年にテレビアニメのまあこれはもういいか。まあこうね。そうなんだ。マジか。なんとそれはちょっとびっくり。マジでマジでまあわかんないけどね。まあわかりませんけど、どういうビデオだったのかわかりませんけれども、ちょっとそれは知らんかったからびっくりした。へー、とか。マジか。ジか。そうなのか。はい。それは心身ともにお疲れでしょうね。わかんないね。わかんないからね、なんか結構みんないっぱいいたのになんか2人だけこうピックアップして撮ったりとかね、なんかいろいろあるからわかれませんからね。まあその辺はあんまり触れないようにしましょう。スポーツ。卓球男子団体負けちゃったのか。ドイツに敗れ五輪2大会連続決勝を逃す韓国との3位決定戦になったのか。なるほどな。残念だ。まあでもね、しょうがないよね。侍ジャパンが韓国に勝利し、そうなんだ。侍ジャパン韓国とやって、銀以上が確定しました。侍ジャパン決勝進出。山田哲人が千金 V だ。悲願の金メダルに王手。韓国撃破で25年ぶり銀以上確定。7日の決勝戦はアメリカか韓国になるらしい。日本はナイターで韓国と対戦し、終盤に勝ち越して7日の決勝進出を決めました。1996年アトランタ五輪以来25年ぶりとなる金メダル以上が確定しました。公開競技だった84年のロサンゼルス五輪以来となる金メダルまではあと1勝としました。だってさあどうなるんでしょうね。はい、よいしょ。今回日本頑張ってね。結構いろんなところで活躍していらっしゃいます。河合梨紗子さん、レスリングは銀メダル以上が確定しました。妹と姉妹で金へ王手。北京五輪の伊調千春薫以来姉妹のメダリストになるかもしれませんということですね。へー、すごいね。まあ地元はやっぱ強いんだな。女子バスケも頑張ってる。女子バスケが日本史上初の準決勝進出。第4級に猛攻。残り16秒でベルギーに劇的逆転だ。女子がびっくり。バスケット女子が。すごいね。やっぱりあれなんだね。という感じですね。そんな感じですか。そんな感じですかね。はい。それからなんだこれは。何これ。ターンタッタッタ。あんまね。レレ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 。どれ読もうかな。表情と視線で AI がメニューを提案します。表情と視線から AI がおすすめのメニューを提案。OKI がサブウェイで実証実験を開始しました。OKIは2021年8月2日から6日にかけて AI の人工知能が表情や視線から顧客の興味関心を推定し、おすすめの商品をレコメンドする、提案型受注システムの実証実験をサブウェイの渋谷店で実施します。多様な商品群から顧客の関心度合いの高い商品のみを提示することで迷っていて決められないという悩みの解消を狙います。だって OKI って書いてる。
お買いなのかようわからんなんけど、なんかね、どんなものかというとですな、セルフ受注端末のカメラから表情のデータと視線のセンサーから視線データに基づき独自のアルゴリズムによって推奨メニューを提案するという仕組みなんだって目で顔、口じゃなくて目でこう視線でこうじーって見てるの、その辺かなみたいなのでこうするみたいですね。はい、じゃあ飯テロ神空団にもう行こうかな。なんか特になんかあったかな。そんな感じらしいよ。はい。アクセスランキング。飯テロ神空団に行きましょう。もうそろそろいい時間なので。飯テロ神空団。飯テロ神空団。よいしょ。ペットしてこれをケット変えて。はい。飯テロ神空団。では、飯テロ神空団のコーナーに行きたいと思いますので、準備しますね。よいしょ。何件ずつやればいいんだったかな忘れちまったな。よいしょ。じゃあリスナー参加型のアズダレイモズタピオカ村長もおはよう。ではこちらも飯テロ神空団。よいしょ。何件ずつ、25件ずつか。よし、 OK。多分この間26件まで行ったような気がするから、まあでも大体25だと思って言えばいいんだ。ずーっと下まで下がる。ずーっと下がってあ、ここだ。よし、ここからか。ここからだ。よし、よいしょと。では出しましょう。これだ。よいしょ。こんな感じ。微妙にあれか。もうちょっとこれを関係ないか。こうじゃない。もうちょっとこうしたいんだな。これをもうちょっとちっちゃくすればいいのか。こうしてこうしたら入った。よし、入った。で、わらわがこっちに移動する。よいしょ。はい。じゃあ、ちびちゃんいってらっしゃい。行ってきまーす。バイバーイ。はい。ということで、飯テロ神空団のコーナー参りたいと思います。よいしょ。こちらです。県からいただきました。本日の夕食、生姜焼きポテトサラダ付き冷ややっこ、お肉とサラダで2つ味わえるのもなかなかいいです。美味しくいただきましたということでね、お肉生姜焼き、いいね。生姜焼きポテトサラダ付き冷ややっこ、冷ややっこいいよね。暑い時に冷ややっこいいよね。はい、よいしょ。よっ、こうかな。ね、バランスもいいんではない？ポテトサラダもあるし、お肉もあるし、お野菜もあって美味しそう。生姜焼きね、美味しいよね。はい、ありがとうございます。そして冷ややっこ、冷たい冷ややっこいいよね。暑い時にね。ありがとう。あ、これは奄美アクアだ、やっぱり。はい、奄美アクアからいただきましたよ。よいしょ。これもうちょっと上にしてと。よいしょ。これはなんだ？今回の飯テロ攻撃料理は味噌ひれカツ丼とミニうどんです。
このカツ丼、お肉柔らかくて、衣もサクサクしてて、美味しかったです。味噌もとても好みの味で、ご飯が進みましたです。うどんはシンプルでしたが、とっても美味しかったです。だって。へえ、味噌カツ、お、でっかいね、これ。すごいで、ボーンって。味噌ヒレカツ丼とミニうどん。あ、ミニうどんまでついている。お、いいですね。美味しそう。味噌カツ丼だって。お腹すいたわ。よいしょ。ほっ。はい。あ。よいしょ。あ、間違えた。ぺっ。間違えた。ぺっ。ごめん。はい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。続きまして、こちら。星宮それからいただきました。ちょっと上に上がりすぎて、上っていうの下がって、こうだな。はい。休日の飯テロです。ロースカツ弁当。本日のポンコツ数6回。ありがとうなのじゃ。今日は少なめだね。へへ。ロースカツ弁当。あ、美味しそう。お弁当いいね。お弁当。マルチミネラル。ちゃんともう飲んでるんだね。はい。おい、キャラメル。キャラメルのハーゲンダッツ。いいな。これね、こういうのの、こうビスケットみたいな、なんていうか、に入ってるやつね。美味しいよね、あれね。お腹すいたわ。いいね。アイスクリーム美味しいからね。ハーゲンダッツのアイスはね。キャラメルです。昆布美味しいよね、昆布。お腹すく。よいしょ。そして続きまして、これは尊女ではないですか？尊女が来た場合はですね、わらはいつも。これはおはクレア。クレア様はケーキはお好きですか？私はショートケーキが好きです。今回は焼かずに簡単にできるチーズケーキです。混ぜて冷やして固めるだけでできます。甘酸っぱくてとってもクリーミー。そしてビスケットのサクサクも良きアクセントで最高でした。ということで。もうおしゃれなんだから。おしゃれなんだから。待って、最初からちゃんと見たい。待って。もう一回見せて。もう一回見せて。おはくれや。牧場の朝、キリゼラチン。牧場の朝にキリを1個入れてダマがなくなるまで混ぜる。ほうほうほう。へえ。表記通りにふやかしたゼラチン 3g を入れる。全体に馴染むように混ぜる。混ぜ。ポンで最初取り忘れていたマリーを用意する。1枚を乗せて冷蔵庫で3時間ほど冷やす。完成。美味しそう。いいっすね。美味しそう。ありがとうございます。いつも本当に。牧場の朝あるね。キリもあるね。簡単にできそうでいいですね。ねのんさんもおはよう。はい、ありがとうございます。この音楽またいいね。おしゃれだ。ありがとうございました。はい。暁からいただきました。地元のイタリアン店でちょっとおしゃれなディナー。美味しい赤身肉とパスタでお値段もリーズナブル。新しい両店の発見ですなー。だってイタリアン店だって。いいね。おしゃれだやん。おしゃれじゃないですか。美味しそう。お肉美味しそう。いいね。美味しそう。ソーセージだ。ソーセージ。パスタ。いいな。美味しそう。うまそう。オシャンティーだな。なにこれなにこれ飲み物これ。すごい。なんだろう。ストロー入ってるってことは飲み物なのかな。飲み物？それともただの、あれなのかなわかんない。これ、綺麗。すごい。おしゃれだ。ね、なんだろうこれ。電球の入れ物なのかな。なんか光ってるけど、それとも飾りなのか飲み物なのかちょっとわかんないけれども。ありがとう。はい。
ギルティからいただきました。今回はゾーナペルピッツァさんのピッツァクワトロフォルマッチクリームソースをベースに4種類のチーズをたっぷりと乗せたこのピザは、ピザというよりもトロトロのチーズをそのまま食べているかのような感覚になります。チーズ好きな方ならぜひということで、へー、美味しそう。なんかトロトロチーズだね。ゾーナベルピッツァさん。おー、美味しそうなピザ。いいなー。わー、トロトロピザだ。わー、美味しそう。美味しそう。お腹すく。ピザ食べたいなー。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。これはうまいでしょう。絶対に。ね、ありがとう。よいしょ。お、これはうなぎではザワーネでいいのかな。ザワネかな。土曜の牛の日といえば皆まで言うまいということで、これもしかして外部の方かな夢見扉ってどなただろうか。なんかどなたかのやつにこれメステレをつけたんかな。よくわかんないけど。はい、ということでこちら。おー、いいでね、いいね。やっぱよね、うなぎ食べたいよね。わらわのパックじゃなくてこういうのですで食べたいわ。わらわパックに入ってたお弁当だったからな。はい、ありがとうございます。うなぎ美味しそう。はい、続きまして、やっぱうなぎの日だからうなぎ食べてるね。白木東馬からいただきました。4月の28日は土曜のうなぎの日。土曜のうなぎの日でいいんだっけ。土曜の牛の日だ。うなぎの日じゃない。土曜の牛の日なので、本日の飯テラは仕事帰りにすき家でうな重、外国産のうなぎで、1000円も出せば手軽に食することができるのはありがたい時代ですわ。だってねえ、あれだよ。すき家でもあるの。すき家、なんかすき家とか、なんかあそこもあるよね。吉野家とか、ああいうとこでも食べれたりするもんね。いいね。お肉ついてる。お肉もある。このお味噌汁も美味しそうだし、うなぎ、いい組み合わせじゃないですか。美味しそうじゃないですか。これはいいっすね。これはうまそうじゃないですかよ。いいな、これ。美味しそうだ。美味しそう。ちゃんと、こんなにいっぱい入ってたな。これはしじみかな。いいね。うな牛。他の VTuber の方ね。はい。ありがとうございますね。美味しそうですな。はい、そしてこちら。よいしょ。ちょっと下げて。夏を満喫。カンナさんですね。一方的にカンナさんして。夏を満喫。美味しいものを誰と食べる？一人じゃ嫌やしな。誰と食べるかって。誰と食べるかで味って変わるよね。なるほどね。ちょっと待って、面白い。マツコの知らない世界とか。すごいいっぱいタグついてますな。はい、ありがとうございます。いつもはもっとね、お弁当なのに今日は奮発したのかな。美味しそう。いいね。焼き焼きしてますね。もう常連とかして、多分もうそっちの人は知らないと思うけれども。毎回こうやって紹介されてるの。はい、ありがとうございます。はやてからいただきました。島田屋の流水麺のそばをざるそばにして食べました。そばだけじゃ足りない気がしたのでおにぎりを握っておにぎりも食べました。おにぎりの具はほぐし鮭です。どっちも美味しかったです。っていうことでね、流水麺のそばをざるそばにして食べ、さっとこれ簡単にできていいよね。ざっと水で。なんかさ、そうめんとかさ、ああいうのとか作るときってさ、結構熱いやつでザーってやってさ、で、その後さ、するのめちゃくちゃ熱いから、あれだけど、これだとね、水でさっとほぐしたらできるからいいね。流水麺のそば、おそば。いいですね。おそば。おにぎり上手ね。握り方上手ね。かわいいおにぎりじゃないですか。おにぎりってこうキュッてね、形よくね握るの難しいからね。美味しそうなおにぎり。そしてかわいいこのフォルムがとてもかわいいらしいおにぎりですね。これ便利だよね。こうやってシャシャってこうできるからね。はい、ありがとうございます。よいしょ。続きまして伏見あさるからいただきました。仕事帰りの飯テロです。一人で天下一品。物足りないのでゼリーを飲みましたということですね。
天下一品。あ、天下一品。なんかすごいいっぱいあるけど、これ原型は何なんだろうかって思うぐらい、なんかいろんなものが入っていらっしゃいますがね。うん、ご飯も、これなんだろう。ご飯もあるし、中もあるし、いろいろありますな。すごいね。天下一品。何なんだ、これは。肉そばのご飯定食に、あかん粉、あれか、唐辛子、ニンニクとチャーシューとキムチ、豚キムチ、ウーロン茶セット。結構いろいろ入っておりますな、これね。ブワーっと。すごいな。トッピングいろいろ入ってんな。はい。すごい量ですね。ありがとうございます。こんなに食べれるんだね。あと、お水が。天然水ゼリーなんこれ。お水じゃなくてゼリーなんだ。ラムネ風味なんだって。美味しそうじゃないですか。どんな感じなんでしょうね。はい、ありがとうございます。天下一品じゃないの、天下三品。鈴原ゆうるからいただきました。仕事場で食事をとり、その後仕事に戻る時間です。大変。頑張ってね。仕事場でお食事。これはなんだ、これシューマイの上になんか、これなんだろう、これなんだろうね。美味しそうなシューマイ。これだけなの？お腹空かないでしょ、これだけで。なんかおにぎりとか食べなくて大丈夫でしたか？心配。みんな大食いだから、なんかね、美味しそうなシューマイですね。ありがとうございます。はい。小籠包かな。はい、ギルティからいただきました。今日の夜食は豚キムチ丼。いいね。とりあえず豚とキムチとニラを炒めればどっか間違えたとしても味は豚キムチだろうという浅い料理知識をもとにささっと生まれた一品です。賞味期限間近で割引されていた黄身の濃いお高めの卵を乗っけてより濃厚に。美味しそうじゃないですか。ね。豚キムチ丼に生卵乗っけてネギ乗っけてね、ニラ乗っけて美味しいと思います。いいっすね。確かに黄身が濃いそう。ね、この黄身を濃い黄身って感じがするね。豚キムチ美味しそう。はい、続きまして春樹からいただきました。今朝は昨夜のカレーに自家製のローズマリーの枝葉を3本、ローズマリーを漬け込んだオリーブオイル 15cc、 インスタントコーヒーを 40ml、 レッドペッパー少々を足してから加熱、焼きたてのご飯と合わせて完成。少しすっきり朝向きの全く違った風味のカレーライスになりました。すごい。カレーにローズマリーとオリーブオイルとインスタントコーヒー入れるんだ。レッドペッパー。確かに朝っぽいかも。目覚めていいかもね。こうやってね、いろいろ混ぜるわけですね。ローズマリーとオリーブオイルと。美味しそう。カレー食べたいな。カレーいいね。とってもうまそうな。美味しそうだ。ありがとうございます。カレーはいつでも美味しいからね。はい。吉月からいただきました。残業後空腹に負けて吉野家スタミナ超特盛り丼です。朝からなんてものを、でも残業でお腹減っていたのでしっかり食べました。朝に終わるからね。ちなみに私は卵の中身も全部使う派です。はい、ということで超特盛り丼お腹すくよね。でもいいんじゃない？朝に食べるっていいんじゃないかな。夜に食べるよりわかんないけど。美味しそう。めっちゃ美味しそう。白身だ。ほら、なんて言った？白身を全部なんて言ったか覚えてたお腹すくよね。はい、朝にがっつり食べるのはいいと思いますよね。めっちゃうまそうでした。ありがとうございます。相変わらずの真っ赤系だ。秋月評価からいただきました。無性にカレーが食べたくなったので、ということで今度はねまたこのどすこいとたくさん乗っている赤い粉がね主張しておりますね。これぐらい入れないとダメなんだぜっていうねすごいよね。本当に毎回これすごいなと思う。この赤い粉がいっぱいかかってるやつね。はい。カレー食べたくなってくるね。カレー。ありがとうございます。赤いカレーはい。
青犬からいただきました。レモンポン酢たこ焼きをいただきましたが、ポン酢は画面外です。ということ。へえ、レモンポン酢のたこ焼き美味しそう。なんかさっぱり系って感じかな。レモンポン酢だって。いいね。なんかね、夏に良さそう。サクッと食べれそう。美味しそう。お腹すいた。レモン絞ってレモンポン酢だって。ポン酢結構ね、何でも合うしね。ありがとうございます。美味しそう。レモンポン酢。食べ物美味しいね。美味しいよ。なんだこれ。ひかんからいただきました。友達とで遊びに行ってきました。友達とでご飯を食べたのは以前にも紹介したご飯が美味しいメイドカフェです。ピザを食べるメイドさんたちと分けて食べたり、ピザをメイドさんたちと分けて食べたり、ご飯パフェを友達と分けて食べました。今回のご飯パフェはご飯が TKG になっていて、一瞬で2人の胃袋に消えましたね。へえ、何これ。あ、美味しそう。あ、いいな。こうふわっとこれね、めちゃくちゃ美味しそうやな、このピザ。これはなんだ。すげえな、これ。ご飯のパフェ、おかずが乗ってるんだね、これ。おかずが乗ってて、下が卵かけご飯になっている。へー、すごい。イカリングとかなんかいろいろね、天ぷらみたいなのが乗ってたり、チキンね、このチキンが乗ってるのが唐揚げみたいなのがあったりとかして、中が卵焼きだって。すごい面白いね、この発想。ちょっと待って、これもうちょっと上に上げる。ほらほら。すごいね。面白い。ありがとうございます。はい。では、そして、伏見あそるからいただきました。仕事帰りの飯テロ、一人でマック、鉄火マンブレード。鉄火マンブレードがどうしたんだ。急にどうしたの。はい、マックね。ざく切り、なんたらビーフ、ガーリックシュリンプ。はいはいはい。すごい相変わらずいっぱい食べておりますな。2つは普通に食べて、だいたいね、チキンはね、15ピース頼んでるね。そしてポテトも2つ頼んでるね。15ピースチキンバゲナガット、ハワイポテトビーフセット、ハワイアンポテトビーフ、マックフライポテト L ファンタ、ガーリックシュリンプ、マックフライドポテト L。ね、いっぱい頼んで、美味しそうですけれども、2人分だと思われるよね、これ普通にね。はい、ありがとうございます。なんで最後の鉄火マンブレードは一体何だったのかよくわからなかったけれど。何だったんだ。わかんなかったな、最後に。はい。はい。ハーテからいただきました。ケバブ風のサンドを作りました。ピリ辛のタレとトーストの相性ぴったり。結構ボリュームがあって食べ応えもあって美味しかったです。うまーということで。ケバブ風のサンドだって。ピリ辛のタレとトースト。あ、美味しそう。あ、美味しそうだね。美味しそうですね。サンドイッチ。ね、トマトとかね、これお肉と、鶏肉かな。いいね。このまたタレが美味しそうな感じですよね。ケバブっぽい、いいよね。あ、いいね。こういうの朝に食べたいわ。私、わらはね。腹減った。腹減ってきた。腹減ってきた。はい。続きまして。白木と馬からいただきました。7月の30日、チャーハンの口だったので仕事帰りに王将です。新メニューがあったので注文したのですが、あんまり辛くない唐揚げだったって。へえ、王将いいね。王将。あ、うまそう。腹減った。腹減った。餃子、チャーハン、唐揚げ、スープ。うわー、美味しそうだな。腹減ったな。お腹すいた。餃子、チャーハン、すご辛チキン。あ、そんな辛くなかったね。でもね。わかんないけど、人によるんかもしれんけどね。いいですね。お腹すいた。腹減った。腹減った。ね、美味しそうなん食べてみんな言って。あ、サクレだ。わらわがいい。サクレ。ギルティーからいただきました。今日で美大生の卒業から早1ヶ月。あ、そっか、そうだね。最後のファンレターも出し終わり、感傷的になった私は、彼女もよく食べていたというサクレレモンを食べることに、上に乗っているスライフレモンをスプーンでプチプチに潰し、一口、レモンの酸味と氷の食感が爽やかで美味しい。うまいぞーということでね。いやー、サクレね、わらもよく食べますわ。あ、そっか、もうね、1ヶ月経ったんだね。サクレレモン。
わらもねこれ好きなんだよね。いいよね。レモン入ってて、これを潰して食べたんか。お腹すいた。これね爽やかでいいんですよね。こう食べるのもレモンのやつね。サクレコーラもあるらしいけどね。わらはサクレレモンの方がいいかな。食べたことないけどコーラの方は。はい、ありがとうございます。よいしょ。銀英小月からいただきました。今日は牛の日だから一人でうなパという。すごい、うなパということで、まずは惣菜店のうな重とファミマの中国産のおむすびなのです。惣菜店のうな重、先日食べた2000円超えのコンビニうな重よりも美味しい気が、まさかね、さすがにねって思ったけど、洋食ならありえますの。あっちが確か天然物だったはず。ああ、なるほど、天然物高いからね。うなぎが土曜の1350円。超うなぎ丼、うなぎパーティー、美味しそう。うなぎちゃん、うなぎちゃん。わらは750円だった気がする。わらわのやつ中国。これ2つも買ったの？2つとこれも買ったの？それうなぎのおにぎりも買ったの？どんだけ買うねん。どんだけうなぎいっぱい食べたんやねん。すごいね。これとこれとこれとようさん食べたな。はい、ありがとうございます。洋食の方が美味しくて、柔らかくて美味しいかもしれないね。ちゃんとあれしてあるからね。ブラックハートからいただきました。今週なんでもない飯テロ、コンビニ飯100円セールで買いすぎたわ。おにぎり、コンビニラーメン、サクレ梨があるの？サクレの。知らんかった。いっぱい買ってるじゃないですか。この真ん中にこうこの丸いのがあって、周りにいっぱい漬けサーモン、南高梅、漬けサーモン、南高梅、からし明太子、すごい買ったね。濃厚豚骨醤油家系ラーメン、いっぱいあるなこれ。すごい。後ろのフィギュアじゃないや、アクリルスタンドがすごい。家系ラーメンね。サクレの梨は食べたことない。ほら、3つみんないるね。ありがとう。嬉しいね。サクレの梨なんかあったんだ。初めて見た。ファミマで売ってるのか。サクレの梨美味しいか。そうなんだよね。梨好きだからな、わらはな。はい、ありがとうございます。てん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 。秋月評価からいただきました。ざるラーメン担々麺、ざるラーメン担々麺、一味たっぷり添え。赤いし。ざるラー、これ多分赤いのはこの中にあれを入れたんでしょうね。唐辛子をね。唐辛子だったっけ？あれだよ。いつもの、真っ赤なスープになってるけど。もうほとんど真っ赤で何か、ざるラーメン、担々麺にね、一味をいっぱい入れたわけですね。真っ赤だなーだよ。ありがとうございます。はい。川西錦からいただきました。台湾料理の、これなんて読むんだ？角煮丼、書いてある。ルーロンハンを食べました。台湾料理の角煮丼のルーローハンを食べました。ウーシャンフェンやオイスターソースを使ったタレで甘く煮込まれた豚肉と高菜と味玉が乗っています。日本の角煮とはまた違った味付けで美味しいだって。台湾料理の角煮。オイスターソースとか高菜とか味玉が乗っています。っていうか何これ、すごいすごい量だね。もりもりだね。もりもりだね。美味しそうだね。すごい、もうてんこ盛りって感じに見えるな。お腹空いてきた。お腹空いてきたね。すごいね。ありがとうございます。台湾の角煮とまたね、日本の角煮とちょっと味が違ってまた美味しいんでしょうね。ほい、これたこ焼きじゃないですか。ともあいねからいただきました。ご当地グルメ紹介ナンバー1。今回紹介するのは神戸花庵のたこ焼きとたい焼きです。以下神戸花庵の URL です。神戸花庵、そんなあるんだ。たこ焼き、たい焼き、いいね。どっちも好きだよ、わら。
あ、いいね。最近たい焼き食べてないな、そういえば。たい焼き食べたいわ。たこ焼きも食べたいけど。たこ焼きはちょこちょこ食べてるからな、まだまだ。あ、美味しそう、たこ焼きだ。たこ焼きもたい焼きもまだは大好きだよ。美味しそう。なんか可愛いな、なんか、たい焼きのこのデフォルムが。美味しそう。今はね、たこ焼きも食べたいけど、たい焼きが食べたいね、今。たい焼き。久しぶりにたい焼きが食べたいですな。わらわたい焼きは頭からかじります。はい。そして、そう、たこ焼きはちょこちょこ食べております。抹茶きな、今何個目？あ、もう27枚いってる？ 27 枚いってる。あ、じゃあ9、こんな感じだ。今27、もう27いった？じゃあこの辺にしとこう。この辺に、あぶねえ、27、この辺にしとこう。行き過ぎてた。はい。これで28件目。あ、じゃあこんぐらいにしとくか。こんぐらいにしとこうかな。はい。はいはいはい。はい。ということで。まあ、ちょうどいい時間でもあるしね。よっこしょ。いやー、皆さん、ほんと、たくさん送っていただきましてありがとうございます。ということで今日はこの辺にしときましょう。あとは残りをね、結構言ったから、明日はまあまあ楽なのではないかな？ないかな？よいしょ。でれれれれれ。ねいまー。帰り。はい、皆様、あ、そうそう、今日の夜はですね、皆さん、昨日じゃない、昨日とついやった白長ストへの期間のね、ゲーム配信アテレコ実況をしたいと思います。10時から。なので、よかったら、続き、またなんか、どんな感じになるのか楽しみなんですけど、ぜひ見に来てくださると嬉しいなと思うのじゃよ。これね、この間、白長ストへの期間、よいしょ、サムネイル。これか。これ。今これね、やってます、絶賛。ミステリーアドベンチャーゲーム、白長ストへの期間。これ第6回になりますね。皆さんよかったらね、本日22時から日本時間の22時から今夜 Tonight、ミステリーアドベンチャーゲーム白長ストへの期間ゲーム実況をしたいと思います。ゲームプレイしますので、よかったら見に来てくださると嬉しいです。よいしょと。今夜ですね。はい。とうとうね、主人公の池田も戻ってきたことですし、さあどうなっていくのでしょうか。はい、では最後ね、ちびちゃんとね、じゃんけんしたいと思いますので、ちびちゃん準備の方お願いします。はい、待っててね。あ、お茶もなったよ。はやてありがとう。ありがとうございます。こっちで見えなかった。ちょっと待って。飲み物ありがとう。ありがとうだよ。では、お待ちください。よいしょ。お待たせしました。ではちびちゃん、じゃんけんお願いします。はい、けよー。かみくじゃんけん、じゃんけんぽん。はい、パーだって。なので今日はチョキが勝ち。おめでとう。おめでとう。はい、ということで本日も来てくださいましてありがとうございました。
この番組は上白クリアと日々クリアにお送りいたしました。今夜22時からのゲーム実況の方もよかったら来てね。それでは皆さん、また今夜22時からゲーム実況でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録してってね。 Please subscribe my channel。 それではまたね。バイバーイ。バイバーイ。今日も頑張っていきましょう。それではまたね。